今日大切な文法は何々するばかりで A するばかりで B。これがもうテンプレートですね。A をするだけでそれ以上のことはしていない。辞書形を使ってるんですけど、名詞とか形容詞を使うことができます。日本語と英語とインドネシア語の字幕を用意しています。YouTube の字幕の機能でつけてみることができるので、それをつけてぜひ見てください。また、パトレオンの方にはスクリプトも用意しています。もしね、スクリプト見ながらリスニングの練習とか、新しい言葉の勉強とかしたい人は、ぜひパトレオンの方も見てください。概要欄に載っています。今日の例文はこちらです。彼はゲームをするばかりで勉強しない。彼はゲームをするばかりで勉強しない。この文章についてゆっくり自然な日本語でお話ししようと思います。今日大切な文法は何々するばかりで。これは彼はいつもゲームだけをしていて全然勉強していないという意味です。だけをしていてとかをね使うこともできるんですけど、だけをしていてだとちょっとだけニュアンスが違ったりします。ね、どうしてばかりを使わなければならないのか、そういったところも含めて文章の中をね見ていきましょう。まず一つ目、彼は。これトピックですね。トピックを表すはです。はを使っているので、2つの文章、どちらも彼について話をしています。その文の中、全部が彼の話ですよ。ということですね。で次、ゲームをするばかり。これ、今日の文法は辞書形プラスばかりです。ね。それだけをするという意味があります。ばかりでので。これは原因とか理由とかを表すために使われるでですね。私は昨日病気で休みましたのでと同じです。後で話す状況、状態の理由とか原因とか、そういったものを表すときに使うでですね。で、最後、勉強しない。これもするの否定形で、ネガティブな文章になっています。今日の文章はあんまり難しくないかもしれないですね。何々するばかりでは少し難しいんですけど、それ以外はあまり難しくないので、そこを中心にお話をしていこうと思います。もう一度文章言ってみましょう。よかったら一緒に言ってください。彼はゲームをするばかりで勉強しない。彼はゲームをするばかりで勉強しない。これはゲームはするけど勉強はしない。ね、いつもゲームしてる。でも勉強全然してない。っていうこの話す人のちょっとイライラとか不満とか伝えるときに使う文法です。A するばかりで B。これがもうテンプレートですね。A をするだけでそれ以上のことはしていないという意味です。この B に入るのはネガティブな文章です。B に入るのはネガティブな文章だし、大切なこととか求められていること、ね、本当に大切なことっていうのが B です。B が本当に大切なことなんだけど、A だけなんだよね。っていう文句を言うときの文法ですね。別の文章を考えてみましょう。彼は文句を言うばかりで結局何もしていない。彼は文句を言うばかりで結局何もしていない。彼はいつも文句を言っている。例えば、試験に合格できなかった時に問題が悪かった。隣の人がうるさかった。昨日遅くまで起きてたんだ。何か違うことのせいにして文句を言っている。でも結局何もしてない。本当に大切なことは、眠かったなら早く寝なきゃいけなかっただろうし、問題が悪かったっていうなら、それができるようになるまで勉強しなきゃいけない。文句を言ってるんじゃなくて、勉強しなきゃいけないのに、いつも文句を言っているっていう時ですね。それに対して話す人が不満を持っている。彼はいつも文句を言っている。彼は文句を言うばかりで、結局何もしていない。ね、こうやって言うことができます。なんとなくわかりましたかね。この文章は辞書形を使ってるんですけど、名詞とか形容詞を使うこともできます。例えば、彼はいつもお金ばかりで友達を大切にしない。彼はいつもお金ばかりで友達を大切にしない。ご飯行こうよ。映画見ようよ。カラオケ行こうよ。旅行行こうよ。いや、お金もったいないから行かない。っていつも言う。友達なのにお金が大切で、友達との時間とか友達のことは全然大切にしない。そういった文章ですね。彼はいつもお金ばかりで友達を大切にしない。本当に大切なこと、ね、こっちが求めていることは友達、自分たちを大切にしてほしい、ね、自分たちの時間をもっと一緒に過ごしてほしいと思ってるけど、いつもお金で友達のことは考えていないと。ね、
そういった話す人の不満を相手にぶつけるとか、誰かに話すときに使う文章ですね。最後に注意しなければならないことが2つあるので、その話をします。1つ目は似ている文法があるということですね。何々したばかり。これよく間違えられます。彼はゲームをするばかりで勉強しないっていうのは、今までの話ですよね。今の話ではなくて、昔の話をしています。ね。なので、よく間違えられるのは、彼はゲームをしたばかりで勉強しない。このしたばかりと言ってしまうんですね。なんですけど、したばかりっていうのは違う意味の文法なんです。全く別の文法なんですね。彼はゲームしたばかりでというと、彼はゲームをした直後でという意味になってしまいます。すぐ後っていう時間を表す文法になりますね。このするばかりでっていうのは、いつもの話、習慣とか繰り返し行われていることとかを表すので、辞書形を使っています。私は毎日パンを食べます。ね、私は毎朝6時に起きます。これ習慣とか、いつも繰り返し行っていることを表すときは辞書形を使いますよね。これね、間違えると意味が全然変わってしまう。もう相手に全く伝わらないので、これは気をつけてください。で、二つ目。これは最初にも言ったんですけど、ネガティブな文章にしか使えません。ね、ネガティブな話だけです。自分が不満を持っている。ね、何か言いたいっていう時に使う文法なので、ポジティブなセンテンスはね、使えないので気をつけてください。ちょっと気持ちを込めると、彼は文句を言うばかりで結局何もしていない。ね、結局何もしていないっていう怒りですよね。で、その理由が文句を言うばかりで、ね。状態とか状況とかが文句を言うばかりで。文句を言うばかりで結局何もしていない。っていうこの怒りみたいなものを出せるといいですね。これちょっと文章だけ読んでるとそのテンションわからないと思うので、何かね、ドラマで見たりとか、例文、YouTube とかにもあったらそういうのを見てみると、わかりやすいかもしれません。ということで、今日は彼はゲームをするばかりで勉強しないという文章についてお話ししました。もしね、練習したいとかっていうのがあれば、コメント欄とかね、一つ二つ文章を書いてください。私がチェックしてね、返事しますので、よろしくお願いします。この動画が役に立ったと思ったら、いいねとかコメントとか、あと友達にシェアしたりとか、よろしくお願いします。もっとたくさんのリスニング練習とか、私が話している動画とか、ポッドキャストとかが欲しい人は、パトレオンの方に来てください。ね、パトレオンで応援してくれる人には、そういったもっと勉強ができるものを渡しているので、そちらでもね、勉強楽しんでもらえたらいいなと思います。いつも皆さん応援ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。